例えばノルウェージャンとかだったらここ高く作らなきゃダメだね、鼻筋を。この幅で鼻を作るのではなくて、目頭から少し末広がりになるけど、ここでまた狭くなって、はい、それじゃあ今回はね、顔の肉付けをね、していきたいと思います。レッスン動画とかでね、やってる手順とほぼほぼ同じなんだけど、でもやっぱりね、その作る時々によって全然ね、違ってくるので、例えば今回は、これね、上から見たらわかるけど、土台の方がもう細くなってるから、今作らなくてもいいんだけど、先にこの辺、作り込んどいて、段差なくしておいた方が後々楽だから、なので先にちょっとこういったところを埋めていきます。レッスン動画とかのね、手順とかやり方っていうのは大事は大事なんだけど、でもあまりそこにとらわれすぎずに、まずその自分が今から何をしたいのか、何を形作りたいのか、そこを考えてやっていけば、なんていうかな、その手順云々じゃなくて自分の作りたいものが作れるようになるから。よくある質問で、例えばね、上手くなっていくための練習ってどういうことをしたらいいですかとかってあるんだけど、上手くなるためにはもうあまり難しいことを考えずに、その作りたいものを見て、それをどうやったら形にできるだろうって作ってみる。それは猫だろうが犬だろうが何でもいいの。別に例えばそのリンゴを作ってみるとか、食べ物とか何でもいいから、とにかく自分が興味持った形を立体化させてみるっていうところ。ひとまずね、これ今ガチガチに固める必要はなくて、やっていく過程でどんどん固めていけばいいので、とりあえずひとまずこんな感じです。作り方なんて、僕前から言ってるんだけど、レッスン動画とか作ってるけどね、本当はね、ああいうの好きじゃないんです。なんでかって言ったら、どうしてもね、やっぱり作り方、手順、方法にみんな惑わされちゃうっていうかね、それにとらわれちゃうから。だけど最初ね、作り方が全くわからなかったら参考にはなるから、全然その通りにやってもらって構わないんだけど、やっぱりね、ある程度作れるようになってきたら、自分で考えて、どうやったらね、形にしやすいだろうとか、どうやったら効率いいだろうとか、そういうことをね、考えてってやってほしいんだよね。じゃないとさ、いつまでもね、やり方だけをずっとやってる。教科書通りのやり方って、結局それがやれるだけで、作業ができる人になるだけで、作品がね、自由に作れる人にはならないから。でね、この作り方も、なんていうかな、このレッスン動画とかでさ、動画にして教えてるけど、それは普遍的なものではなくて、もう当然変わっていくんだよね。なぜかっていうと、僕は毎回毎回作り方変わるわけ。基本的にその作る手順とかある程度決まってるよ。決まってるけど、でもやっぱりね、毎回毎回変わるわけ。同じ作り方しないのね。それはなんでかって言ったら、もう常にどうやったらいいだろうって考えてやるから、それは常に進化していくわけ。だからずっと同じやり方にこだわらずに、どんどん新しいもの。だからレッスン動画も何本も出してるのは、もうその時ね、みんなに教えれる、こうやってやったらいいよっていう最高のものは出してるんだけど、当然出した次の日にはね、極端な話だよ、次の日にはもう違うやり方僕やってるかもしれないし、だからどんどんね、そんなの自分だけの方法としてなんていうかな、ストックしててもしょうがないからさ、みんなにね、今教えれることはどんどん今のうちに教えて、できることを増やしてもらって、で技が増えたらまた違う方法をやってっていう風にね、やっていけばいいんじゃないかなと思ってて、これはね、鼻っ柱の土台になる部分を作ってんだな。で多分ね、キジトラレッスンの時かな、その違う動画かな、きっとね、その顎ぐらいまで乗せれる部分まで作ったりしてると思うんだけど、
別にそれやってもいいしやらなくてもいいし、とにかく自分が形を作っていくのに作りやすい方法でね、今からねここほぼね作っていきます。ここもねみんな苦手だと思うからちょっと解説していくと、目の近くはねゆっくり刺していって、でねこういう風に盛り上がって固めちゃう人多いんだけど、ここからねここをね潰していかなきゃいけないんだよね。ここの目の周りのこの肉付け、これの時に膨らみすぎちゃうと目がどんどん沈み込んでしまう。だからここは最初は膨らんでいるけど、こうやって少しずつ差し固めて、この目の周辺の盛り上がりを抑えていく。これわかるかな？ここね、この部分丸く盛り上がるんじゃなくて、なんていうかな、こういう面になるっていうかな、ここ平らにするっていうか、そういうちょっとつもりで僕は作っていて、これ見てて今分かる人いるかもしれないけど、今ね固めてるわけじゃなくて形を先に作ってるんだよね。もちろん固めながらなんだけど、簡単に固めながらで、今優先しているのは硬さじゃなくて形。まずは形を作って、で大体こんな感じでね、こういうことね、ここが平らになってる、こっち側も平らになってる、ここがこう丸く盛り上がってるわけじゃない。こういう感じね。するとこのガラスがあって、ここが平らになってるっていう感じで、こういう形ができたら初めて刺して硬さを追求していく。だけどこれもまだガチガチにする必要ないです。もうある程度でいいです。まだまだ修正するんでね。でよかったら反対側。これもね、どれくらいちぎってとかって言ってあげれるとね、数値で言ってあげれるといいんだけど、でもね、そうやって数値でね、何グラムとかね、何センチとかっていうのにこだわっちゃうと、もうそれが一番弊害になるから、もうとにかく自分の感覚で覚えるしかない。っていう感覚を育てた方がいい。こうやって物を作ったりするときは絶対に。なんか大量生産して同じものをたくさん作るんだったら、数値化して何グラムとか何センチとかね、毎回同じものを作れるようにした方がいいけど、毎回違うもの、違う子を作るんだから、ただ一つもね、同じものなんて絶対に作らないんだから、だからそこに、なんていうかな、その、数値化したもので僕は必要ないと思っていて、だからこそなんていうかな、感覚、自分の中のその感覚、これくらいでいけるかなっていう、そこを伸ばした方がいいと思ってるんだよね。これも一緒に今硬さじゃなくて形を優先して作ってます。で形ができてから硬さを出していく。でこの時に気をつけなきゃいけないのが、
こういい感じの形ができるじゃない。その時にその形を崩したくなくて硬さできてないのにやめちゃう。多分それやってる人結構多くて、そうなると結局後々崩れたりするから潰れたりとかね。まず形は作ってよかったらそれを硬くしていく。ある程度で硬くする過程で、例えば右左ね均等に作るんだけれども、大体今合ってるじゃない、なんとなくね。でこれでいいなと思った時、今こっち柔らかいので、こうやってやめちゃうと後々おかしくなっちゃうから、とにかく刺していく。でこれで刺してってへこむようであれば別にね少し付け足して増やしてやればいいだけだから、形をまず優先して作る。次に硬さを出していく。硬さを出しつつ形が崩れてくるならまた形を合わせるっていうことのその交互繰り返し。でこれはね極細針の3本針ですね。これも結構使えるんで、全体的にここの形を締め込みたいとき、これもちょん好きです。とにかくしつこく。まあひとまずこんな感じかな。でここからどんどんまだ肉付けしていきます。で顎の部分作っておかないと後々苦しくなりそうだから先に作っちゃいます。ね、これはねあまり固めてないです。ふわふわの状態だけど今はとりあえずこれでいいです。どうしようかな。おでこを先に作ろうか。多分ね生地取らレッスン動画とかでやってる手順と今多分違ってると思うのね。だけどやってることは多分同じだと思うんだけど、そうだな、僕このやって作っていくときにそのどこを先にやろうかって考えながらやるんだけど、それはね自分で作っていく過程でバランスを見ながらやってるから、まあ今おでこをね先にやってるけど、おでこ作る前にひげ袋とか先に作る時もあるし、その全体のなんていうかなバランスを見ながら作るから、今作ってる子がね口元がすごくちっちゃい子だから、ちょっとおでことかこっちの方先に作ってからひげ袋作った方が全体のバランス見やすいなと思いながら今作ってるんだよね。ちょっとじゃあねひげ袋の形を作っていきます。これねモニター画面にモデルの子を今映し出しながら、もちろん顔を見てそのなんていうかなこのパーツの位置関係っていうかなっていうのを目測で測りながら作ってます。で今見て分かるようにひげ袋でこっちもね全然これやばいです。固めてない。まず形。
と今大事なところだからちょっと無口でやります。これね、見てわかる、今こっち側やばくてちっちゃくなるんで付け足します。これね、今定規当ててるけど別に何センチっていう風にやってるわけじゃなくて、モニターのモデルのこと合わせて、なんだろう、この縦の長さとか横の幅とかだいたいどんくらいになるかなっていうのをね、簡単に簡易的に測ってます。でさっきね、これ顎までやばいけどね、固めなかった理由は、ここがしっかり決まらないとここの大きさね変わってくるから、ここね先にガチガチに固めちゃうと、ヒゲ袋ね実はもっと上だなーってなってさ、ちっちゃくなったらさ、下顎すごいごつくなっちゃうじゃない。だからもうこの顔の中心部分が決まってから外側も決めていくような感じで作ってます。最近ね大事だなと思って、この目頭からこのひげ袋にかけてのこの流れしっかり自分の中で把握できるように、あえてねこうやってね凹凸つけてます。でね、目がさこう上がっちゃう人いると思うんだけど、僕もねどちらかというとこちら側のね目が上がっちゃったりするんだけど、それって今この作ってる時にこれがねどんどんねやっぱ癖があってどっちかに寄るのね、この鼻っ柱とかで。これを今この作ってる段階で修正していく。でなるべくこの目がずれないように。大体こんな感じかな。でね、次鼻を作っていきます。
っとね、今、かなり大事な箇所なんで、ちょっとね、集中するのにあまり喋らないようにしてるけど、これね、鼻筋ちょっとね、大事なんでね、話しときますね、でも。ちょっとまだ途中だから形変わっていくんだけども、ここあるでしょ、これ。目頭の、わかるかな、ここ。ここの高さってこれ。ここね、ある程度の高さが必要です、ここ。で、ここみんなね、キジトラレッスン動画とか他のレッスン動画でも言ってるけど、僕こうやって爪当ててね、ここでこういう風にさ、このくびれ作るように教えてるじゃない。こうやってね、ここくびれ作った方がリアルになるんだよ、鼻筋のくびれね。で、これは作るんだけども、でもこれやりすぎて、ここをね、完全に潰してしまうと、おかしくなっちゃうから、ここね、高さを出しておく。こうやってくびれを出したとしても、ここには高さがあるようにしておく。ここをね、作れない人がすごく多いので、ここちょっとね、作るとき注意してみてください。それとね、ちょっとね、絵で説明しようか。今作ってるのは、こうやって目があったらね、今ここの鼻筋の話をしてるんだけど、出してほしいのは、今言ったのはここね、こういう風に、ひげ袋につながるように、こういう風になってる。で、さっき言ったのはここ鼻筋のくびれは作れるんだけど、ここね、ここを低くなりすぎないように注意するんだよっていうことと、あと今鼻をつけたけど、鼻筋はここにこういう風につくわけじゃない。これだとこっからね、まっすぐでしょ。寸胴な感じでつくんだけど、そうではなくて、鼻筋は今上にこうやってね、乗せたんだけど、これからもっと形作っていくけど、この目頭の線があって、目頭ね。目頭があって、まあ鼻の位置が大体この辺になるんだけども、この幅で鼻を作るのではなくて、これね、ここからこの目頭こうやって少し末広がりになっていくけど、ここから少しね、狭まっていきます。ここ。こういう感じ。ここに鼻がつく。ここはね、狭まっていく。少し。こういう風に、目頭から少し末広がりになるけど、ここでまた狭くなって、鼻の先端になる。向かっていくっていう感じ。すると、あとここの鼻のくびれを作ることで、ここの形が立体的な形になる。で、猫の種類によるんだけども、この部分、この眉間の部分、ここは低くなる子と高くなる子がいて、例えばノルウェージャンとかだったらここ高く作らなきゃダメだね、鼻筋を。だけどスコティッシュとか、あと日本猫とかね、まあ、大体の猫はここ低くしてあげる。だから低くなる部分っていうのはこの部分って低くなる部分。まあそんな風にね、認識しておくといいんじゃないかなと思います。はい。
じゃあね、続きを軽く作っていきます。で、まだヒゲ袋をね、ちゃんとこれからつけるんだけれども、ひとまずこんな感じ。まあ今日はね、特にメインは鼻筋のところだね。こうやって爪で押さえながら、ここのくびれをね、鼻筋のくびれを作っていきます。ここね、もう少し後でへこませるけど、まあひとまずこんな感じです。まあこんな感じでね、今日言いたいのは、形を作っていく段階で、いきなりね、ガチガチにパーツを作るんじゃなくて、まず最初は形を作って、で、形のバランスが良かったら、そこを締め込んでいって硬くしてあげる。で、硬くしていく段階で形がね、せっかく作った形が崩れて小さくなっていってしまうんだったら、足りないから量を足してあげて、もう一度固めてあげる。形を作ってあげるっていうことをね、やっていきます。はい、今回はね、そんなところです。ご覧いただきありがとうございます。このチャンネルは羊毛フェルト作家を仕事にして生計を立てている僕が、フェルト作家を目指している人やもっとスキルアップしたい人、そんな人に向けてリアルな作品の作り方だけではなく、誰も教えてくれない作家になるために必要な考え方、そういったことを発信しているチャンネルです。ぜひね、自分のスキルアップのためにチャンネル登録して活用してください。あと、公式 LINE もやっています。この公式 LINE に登録してくれた方にだけ、僕がやるオンラインレッスンなどの案内が届きます。僕から学んでみたいと思う方は、ぜひね、LINE 登録をお願いします。概要欄にリンクが貼ってあります。そこから登録してください。